今日は週1回やるだけで人生に奇跡が起こるすごい習慣についてお話しします。皆さんこんにちは。チェアジャーニーの有川凛です。このチャンネルでは最高の自分になるためのヒントをお伝えしています。今後の動画を見逃さないためにもチャンネル登録をしてくれたら嬉しいな。今日は週1回やるだけで人生に奇跡が起こるすごい習慣についてお話しします。そんな魔法のような習慣があるのって思いますよね。でも実はその効果は歴史が証明しているんです。仕事の能率も飛躍的に上がるし、何より幸せになれる。そんな人生に革命が起きる習慣です。それが何か気になりますよね。でも答えを知る前にまずはクイズです。これから挙げる人たちに共通すること、一体何だと思いますか？アルベルト・アインシュタイン、ナタリー・ポートマン、スティーブン・スピルバーグ、マーク・ザッカーバーグ、ポール・サミュエルソン、ボブ・ディラン。どうです？共通点わかりますか？実は彼ら全員がユダヤ人なんです。ユダヤ人って世界の人口の 0.2% しかいません。でもノーベル賞の 40% を占めているって知っていましたか？すごくないですか？さて、そんな優秀なユダヤ人がやっている人生を激変させる習慣、それはシャバットというものです。安息日と言ったりもします。簡単に言うと、週に1日は何もしない日を設けるという習慣なんです。それが彼らの秘訣なんです。シャバットの本当の意味、これはただの休みじゃありません。シャバットは心と体、そして魂を整えるための時間。1週間のうち6日は働く。でも1日は徹底的に休む。この日は仕事だけじゃなく、家事も一切しません。携帯も見ない。つまり日常生活から完全に解放されて魂のリセットをするんです。イスラエルの街ではシャバットになると街の音が止まり、静けさが訪れます。家族と語り合ったり、自分と向き合ったり、それが彼らにとっての何もしない日。この日を持つことで、次の週、また新たなエネルギーで前に進んでいく力が湧いてくる。心を整える日、それがシャバットなんですね。でも、意識的にシャバットを取らないとどうなるかわかりますか？答えは病気です。仕事に追われ、毎日同じことの繰り返し、気がつけば心も体も疲れ果てて病気になってしまう。それは体がもう無理だよと悲鳴を上げているサインなんですね。病気というのは強制的にシャバットが発動する状態なんです。だからこそ意識的に何もしない日を設けることがとても大事なんです。そしてここでおすすめするのが私がやっている週1回のシャバット、日帰り温泉です。そう、温泉はまさにシャバット。なぜかって、温泉に入ると自然とスマホから解放され、社会的な役割も全てを脱ぎ捨てることができる。上司でも部下でも誰かの親でもなく、ただの自分に戻れる場所と時間が温泉タイム。私流のシャバットタイムです。お湯に浸かりながら体も心も解放されるあの時間、まさに魂のリセットです。私たちは毎日同じことを繰り返ししているうちにワンパターンの沼にはまってしまっていることに気づいていますか？やらなければいけないことに追われる日々、その中には奇跡が起きる余地なんて残されていません。だからこそ何もしない日を取り入れることが大事なんです。この習慣が奇跡を起こすスペースを作ってくれるんですね。先日、小学校での読み聞かせでくまのプーさんの絵本を読んだんですが、その中に僕はね、何もしないをしてるんだよという言葉がありました。実はこの言葉とっても深いんです。何もしない時間があるからこそ心にゆとりが生まれ、幸せがやってくる。そんな深い意味があるからです。くまのプーさんは何もしないを楽しむ。そんな中に日頃私たちが見逃している小さな幸せが隠れていることをそっと伝えているんですね。さて、今日あなたにプレゼントするコンパスは週に1回何もしないシャバットな時間を持つです。これはあなた自身への最高のプレゼントです。無駄と思われるような何もしない日を作ってみる。それがユダヤ人が優秀であり続ける秘訣でもあります。そしてチェアジャーニーの法則、自分をご機嫌さんにするワークです。何もしない時間を1時間でもいいので確保してみてください。自分の心と体をしっかりとリセットすることで次の日からのエネルギーが全く変わりますよ。何もしない日をまずは3時間でもいいので自分にプレゼントしてみてください。コーヒーを1杯ゆっくり味わうだけでもいい。温泉に浸かるのも最高ですよ。
何もしないをして心と体を休める時間を持つことで奇跡が起こる余地が生まれます。休むことに罪悪感なんていらない。もっと何もしないを楽しんでいいんですよ。今日の動画の感想や知りたいことがあればぜひコメント欄から教えてくださいね。今日もよく頑張ったね。本当にお疲れ様。自分に優しくゆっくりと休んでくださいね。また明日も笑顔で過ごしましょう。この動画が少しでも役に立ったなと感じたらぜひチャンネル登録してもらえると最高です。お友達にも紹介してくれたらもっと嬉しいな。あなたにはいつだって素敵なことが待っているからね。宇宙はちゃんと素晴らしいことを用意してくれてるよ。いつもチェアフルな一日を。チェアジャーニーの有川凛でした。